ちょっとイデア、さっきのはどういうこと？あたしこれでも世界的モデルなのよ。自分の肌に触れるものには全てこだわりがあるの。それをフルオートの洗浄マシンで丸洗いってどういうこと？しかも化粧水の用意すらないなんて。美肌を保つためには洗顔後のケアが一番大切なのに。洗車機に入れられた車の気分が分かった。乾燥機にかけられるシーツの気持ちもね。口どころか耳の中まで現れたぞ。まだ体中の毛が逆立ってるぜ。僕は何事も効率重視なタイプですが、将来どれだけ忙しくなっても全自動入浴マシンだけは一生導入しないと今決めました。研究員のみんなには入浴がすぐ済んで効率的って好評なんだけどな。ち、何より腹が立つのはこの首輪だ。このチョーカー、僕のユニーク魔法オフ・イズ・ユア・ヘッドと同じ効果があるようだね。さっきから何度も魔法を使おうとしているけれど全く発動しない。ごめんね。そのチョーカーは正確なデータ収集のために館内ではつけてもらわないといけない決まりなんだ。っていうかリドル氏、魔法使おうとしてたんかい？油断も隙もないとはこのことですわ。では皆さんが外界から持ち込んだ雑菌の洗浄が済んだところで、まずは自己紹介がてら我がステュークスの紹介ムービーをご覧いただきます。紹介ムービー？席にかけて前方のスクリーンをご覧ください。館内では映像の撮影、録音は規定により禁止されています。映像の途中でご気分が悪くなった方は、当館スタッフまで遠慮なくお知らせください。魔法、それはかつて奇跡と呼ばれた超自然エネルギー、イマジネーション、その果てしない可能性。しかし大きな力は時に災いをもたらす。魔法のある豊かな暮らしを守るため、魔法技術研究所ステュークスはさまざまなデータを世界中から収集分析、魔導技術の安定運用、魔力解析、遺跡魔法石の保全、ブロッド排出量削減、オーバーブロッド経験者のケア、魔法災害予測システムファントムのデータベース化、その他さまざま非営利活動を通し、世界中の皆様を陰からお支えします。魔法師の安全な暮らしと活動を守る魔法技術研究所ステュークス。はい、ムービーは以上となります。ご清聴ありがとうございました。なんだかものすごく安いイメージ PV だったわね。まあ噛み砕いて言うと、ステュークスは不確定要素満載のミラクルパワー、魔法を安全に運用するために色々やってる。中でもブロッドに関してはまだ人類が粘土板に文字を彫ってた頃から飽きずに研究し続けております。もう少し詳しくステュークスのことを知りたい来館者のために約2時間半のドキュメンタリー映像も用意しているよ。再生しようか？ありがとう。もう十分だ。ステュークスは古来よりブロッドの研究をし続けている。そして俺たちはオーバーブロッド経験者となれば、お前たちが何をしたいのかは大体察しがつく。で、ステュークスの所長代理様は俺たちにどんな恐ろしい実験をするつもりなんだ？
で、ステュークスの所長代理様は俺たちにどんな恐ろしい実験をするつもりなんだ？よくぞ聞いてくれました。まずは君らを椅子にくくりつけて動けなくして、ありとあらゆる方法で体の隅々まで検査して、ストレスとブロッド蓄積量に関するデータを取らせてもらおうかな。そんな理不尽な行いが許されると思っているのかい？いや、ネタに決まってるじゃん。冗談通じない人怖。冗談だとしてもちっとも面白くありませんよ。同意ね。こっちは服も魔法も全部取り上げられて丸腰状態なんだから。もう兄さん、みんな突然ここに連れてこられて不安なんだよ。怖がらせたらかわいそうでしょ。あら、弟の方がよっぽど人の心を持っているようね。それに被験体に過度なストレスを与えると正確なデータが取れなくなっちゃう。前言撤回。完全に兄と同類だわ。ナイトレイブンカレッジのみんなに来てもらったのはデータ収集に協力してほしいからなんだ。君たちはオーバーブロッドした。でもファントムに取り込まれず戻れた貴重なサンプルだから。ファントム？オーバーブロッドすると、体内に蓄積しきれず溢れ出したブロッドが巨大な化身を形作る。君らも見ただろう。自分の背後に現れた顔のない怪物の姿を。僕らはあれをファントムと呼んでる。まあ、我を忘れてただろうから、君らがしっかり自覚してたかどうかわかんないけど、オーバーブロッドした時、自分の限界魔力量以上の魔法を使えたでしょ。なんでだかわかる？あの化身、ファントムは、術者の負の感情がたっぷり詰まったブロッドをエネルギー源としてるからだ。ブロッドは魔法を使うと発生する有害物質。通常魔法師にデバフ効果しか与えない。でもオーバーブロッド状態の時はブロッドのデバフ効果がバフ効果に反転するんだ。だからオーバーブロッドした魔法師は本能的に魔力をガンガン消費してブロッドを生成し続ける。それを吸い上げてファントムもどんどんアタックアップする。で、最終的に魔法師の魔力が底をついたら苗床としての役目はおしまい。苗床って言葉のまんまだよ。ジュースが空になった瓶はゴミ箱へ。術者本体は消滅し、欲望と負の感情にとらわれた怪物だけが残る。未練がましく呪詛を吐きながらこの世をさまよう怪物だからファントム。そうなったらマジカルフォースに討伐されるか、あるいは捕獲され検体としてステュークスに収容されるか。ごく稀に魔獣や野生動物なんかに紛れて山奥に隠れ住んだりもしてるらしいけどね。オーバーブロッドし、魔力を放出しきれば命を失うと聞いていたが、あの怪物だけがこの世に残るだなんて、にわかには信じたくない話ですね。ま、ファントムにまでなっちゃうケースはそこまで多くない。そもそも本来オーバーブロッド自体魔力の保有量が多くて実力ある魔法師じゃないと陥らない現象だからね。排出率渋めなソシャゲの10連ガチャで SSR4 枚同時抜きするくらいのレアケースですし。というか実力ある魔法師って思慮深くて自分を律するタイプがほとんどなわけじゃないですか。なのにこの短期間にこれだけの人数が同じ学園内でオーバーブロッドって、うちの学園SSR 前代未聞の問題児のカードが連続で実装されすぎ草って感じですわ。お前は本当に人の神経を逆なでする喋りの天才だな。では僕たちを被験体として連行するようステュークスに命じたのはイデアさんなんですか？それはステュークス署員がその情報を部外者に開示することは禁じられているよ。ただ各国に派遣されているステュークスのエージェント以外にも情報提供者は世界中にいるとだけ。魔法技術研究所ステュークスは昔からブロッドについて
様々な研究をしていることは話したよね。その中でも特にブロットを安全に有効活用するための研究に力を入れているんだ。ブロットを有効活用するですって。そんなに驚くことでもなくない？社会、環境、経済の持続可能性については世界中で議論されてる。魔法も同じだよ。僕らは魔法を使うことで発生する廃棄物、ブロットも重要なエネルギー資源の一つと考えている。大切な資源はリサイクルしなきゃ。でしょ？エネルギー資源。ね。その大切な研究のためなら使えそうなサンプルは力ずくで捕獲してくると。随分とご立派な活動をしてんだな、ステュークスってやつは。今回みんなに事情を説明することなく強制的に連行してしまって申し訳なかったと思ってる。でもみんなだってもう二度とオーバーブロッドなんかしたくないでしょ。ましてやファントムの種芋として出がらしなんかに絶対なりたくないよね。そのためには自分の持つ魔力やブロッドの性質について知るのはすごく大切だよ。ステュークス本部には世界最新の検査設備が揃ってる。ここ以上に正確で詳細なデータが取れる場所はないはずだよ。未来の自分のためにもしっかり精密検査を受けていってほしいんだ。随分と聞こえのいいことばかり言うのね。要はデータ収集に付き合わなければ学園に返すつもりはないってことでしょ。話が早くて助かるよビルシェンハイトさん。というわけでサクッとデータ収集を終わらせよう。みんな手元にあるタブレット見て。ムービーの次は何なんですか？ NDA 秘密保持契約ってやつ。読んで内容に合意したら最後にサイン頼んますわ。フォームにメアド登録しといてくれたら写しのダウンロードアドレス送るんで。はあ、有無を言わさず連れてこられた私たちに NDA にサインしろですって。武器を持った人間まで同席させておいて脅しも同然じゃない。ああ、出た出た。電化製品の説明書を最後まで読まないくせに動かないんですけどとか怒るタイプ。読む前からファイティングポーズを取らないでもろて。これは君たちを守るための契約でもあるんだ。最初に言ったでしょ。君らが僕らに言いたいことをしないなら僕らも君らに言いたいことはしない。君らがデータ収集に協力してくれるなら最先端のブロッドケアを提供する。検査にかかる時間は約24時間。たった24時間だけ僕らに協力してくれればいい。で、スムーズに検査を終わらせてサクッと全員ハッピーに解散ってことで。僕だってしたくてこんな仕事してんじゃないんだよ。本当は今すぐ推しキャラのイベ走りたいの。一刻も早く解散したいならさっさと読んでちゃちゃっとサインして。くそ、あのかいわれ大根、こっちが丸腰だと思って調子に乗りやがって。この首輪がなければあの野郎の髪の毛を全部砂に変えてやるところだ。あらレオナ、たまには気が合うわね。あのさ、本当に内容を一字一句最後までしっかり読んで1項目ごとに質問してくることある？サインするなら全ての条件に合意できてからなのは当然でしょ。ええ、万が一にも僕が損をするような契約だったらたまりませんから。ビル先輩とアズールの言う通りだ。もし法に触れる内容などが盛り込まれていたらどうするんだい？君らほんとブレないな。さすが SSR 前代未聞の問題実集団。